皆さんこんにちは、こんばんは。ダガーナックルを長い間使ってるものです。前回のワンポイント解説を見ていただいた皆さん、ご視聴やいいね、コメントありがとうございました。この動画では本章で説明できなかったおまけの紹介になります。おまけなので気になる情報だけ見ていただくのをおすすめします。この動画のお品書きは以下の通りです。おまけ1、キーバインドのコツ。おまけ2、バルチャーとサウザンドの区別。おまけ3、ダガー通常位置の強み。本動画は個人のスカンが強い内容です。その点を踏まえて参考程度に見てくれると幸いです。それでは本編開始します。よろしくお願いします。おまけ1、キーバインドのコツ。私はキーボード+マウスで遊んでいますが、多くの人はパッドで操作してると思います。メインはキーマウの設定例で紹介しますが、パッドユーザー視点からはこんな操作のロジック、仕組みがあるんだぐらいで見てくれると幸いです。ワンポイント目、サブパレット実行ボタン。これは使ってる人も多いと思いますが、このアクションをキーボードやパッドに設定することで、武器パレット以外で別のアクションを直接割り当てることができます。これを駆使するといつでもサブパレットの1アクションを呼び出せます。優先度の高いアクションはこの機能を使って設定していきましょう。2ポイント目、武器アクションボタン。このボタンを設定すると手持ちの武器の形状の武器アクションが出ます。手持ちというのは直前に使った PA や通常を出した武器の形状を指します。一見使いづらそうですが、その武器で使える武器役が発動するため、どちらの武器アクションでもいいから、とにかくカウンターを取りたい場合は使いやすいです。私の場合、ダガーカウンターはこの設定で発動させています。3ポイント目、武器切り替え用コマンドの設定。複数の武器を持っている場合、ロールから武器を切り替えるのは面倒です。これを少し改善するため、ショートカットワードを使った武器切り替えが便利です。NGS には武器切り替え用コマンドがあります。例えば/MPAL1 というコマンドを叩くと武器位置に切り替わります。/MPAL6 とコマンドを叩くと武器6に切り替わります。このコマンドを使ってショートカットワードに仕込むことでワンプッシュで武器切り替えが可能になります。やり方はショートカットワードに直接先ほどのコマンドを仕込みます。コマンドの設定ができたら、ショートカットワードの操作を確認してください。ショートカットワードはキーボードなら右側の点キーやファンクションキーなどいろいろと操作を選べます。キーボードでもパッドの人でもフルサイズキーボードなら点キーが便利です。お好みの設定にしてください。設定を確認できたら、そのキーを押すと武器がワンアクションで切り替わります。ゲーミングデバイス会社のマウスやパッドをお持ちなら、専用アプリからショートカットワードキーを設定すれば、さらに快適に武器切り替え可能です。最後に私のキーバインド例を貼らせていただきます。キーボだと左手で1から3キーアクセスが楽です。なので頻度が高いアクションを左に配置するのもコツです。残りのサブパレットはマウス側で操作設定しています。キーバインドは好みがだいぶ分かれると思います。参考程度になれば幸いです。おまけに、バルチャーとサウザンドの区別。このバルチャー後半、サウザンド後半は使うタイミングは似ているのですが、性質が真逆の PA になります。
まず似ているとは何かというと、両 PA ともに定点攻撃技の高威力 PA ということ、かつモーションが長いことです。しかしスペック的にはバルチャーの方が優秀です。無印バルチャー後半 DPS455、威力760、モーション時間 1.67 秒。無印サウザンド後半 DPS446、威力685、モーション時間 1.53 秒。ただ実戦においては2つを使い分けると便利です。なぜ使い分けるかというと、バルチャーとサウザンドでパスウとゲージの溜まり方が真逆です。サウザンドは入りの一発目でパスウとゲージ蓄積が一気に溜まります。対してバルチャーは最後の一打で一気にパスウとゲージが蓄積されます。つまり何を伝えたいかというと、バルチャー後半は途中でキャンセルするとゲージの蓄積が皆無ということです。バルチャーで殴る場合は最後の一撃までしっかり入れるつもりで使いましょう。逆にサウザンドは急いでゲージを貯めたい時に強いです。フィニッシュ攻撃として使いましょう。おまけ3、ダガー通常位置の強み。ダガー1は通常攻撃の中でモーション時間が非常に優秀です。どれぐらい優秀かというと、ピルエットリッパー前半よりモーションが速く、例えばダガー通常位置 0.34 秒、ピルエット前半 0.37 秒、ヘルズエスコート後半 0.57 秒となっています。たかが 0.03 秒の差ですが、ダガーアタックインパクト込みの DPS はピルエット前半並みにあります。またこの強みの本質はピルエットは PP 消費しますが、ダガー通常位置の場合は PP が回復する点です。ダガーインパクト込みだと一振りで PP が足す10回復します。コンボのわずかな隙間があればダガー通常位置がおすすめです。慣れるのが大変ですが意外と入るのでお試しください。以上で一連のダガーナックル初心者脱却ワンポイント説明シリーズは終了になります。もともと一部目限りのつもりでしたが、意外と求めてくれる人の声が多かったので今回いろいろとまとめれました。ダガーナックルは NGS 開始時にはかなり人気な装備でしたが、ダブセナックルの時代になると少しずつ使う人がなくなり、調整前はもはや絶滅危惧種と言えるぐらい使用者がいませんでした。今日まで本気でダガーナックルを使ってきましたが、得た知識を動画にまとめることで新しく触る人に技術継承できたようで楽しかったです。こんな動画を見ていただきありがとうございました。以上です。